今回の動画は早くて綺麗な文字を書きたい、そんな人必見の内容となっております。ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。皆さんこんにちは、書道家の上平大我です。今回は早くて綺麗な文字を書くために知っておくべき文字の崩し方についてお話ししていきたいと思います。端的に言えば行書をマスターしていきましょうというお話になるんですけれども、今回は行書の基本的な崩し方のお話をしていきたいと思います。これを知っていただくことによって今まで苦手だったメモ書きをきれいに早く書くことができたりとか、あとは学生の方でしたらノートを取るときにこの行書を少し使っていただいて、授業中に書くノートでもうすでに綺麗なものを作り上げる、そんなイメージを作っていただければなと思います。結構ですね、私学生時代よくあったんですけれども、授業中に取ったノートを見ながらもう一度別のノートを用意して、ちょっと自己満的なところもあったんですけれど、蛍光ペン使ったりとか綺麗な書き方したりとかまとめ直してみたりとかいろいろしながら勉強していたんですが、今思うとですね、その時間を使って勉強していたらよかったなとか思う部分もあったりするので、授業中にですねこちらの崩し方、普段楷書で書くよりも早くてかつ綺麗な文字を書くことができるのでおすすめかなと思います。書道家がですね適当に文字を崩していると思っている方ももしかしたらいらっしゃるかと思うので、こんな風なルールがあったんだみたいなところも知っていただけたら嬉しいなと思います。ただですね、いろいろ行書とか草書とかある中でいろんな崩し方というか崩す度合いとかもありますので、あくまで一例としてご紹介をしていきたいと思いますので、参考の一つに加えていただけますと非常に嬉しいです。ちなみにこちらのチャンネルでは美文字に関することや書道に関すること、お役立ち情報を配信しております。まだチャンネル登録してないよっていう方はこちらの動画を最後まで見ていただいて、もしよかったなと思ったらチャンネル登録していただけますと非常に嬉しいです。それでは早速ですね、今回よく出てくる品質のもの、そちらの崩し方からお話ししていきたいと思います。最後まで楽しんでください。それでは始めていきましょう。今回はこちら呉竹の美文字筆ペン極細を使っていきたいと思います。行書の書き方の基本という話でしたが、正直楷書寄りの行書があったりとか草書寄りの行書があったりとかいろいろありますので、これというものを作っていくのは難しいです。なので行書を練習する上で知っておくべき基本的なお話を今回はしていきたいなと思うんですけれども、実際にですね漢字を書きながら説明をしていきたいと思います。まずは基本中の基本ということで漢字の1やっていきたいと思います。まず漢字の1、楷書で書くとどうなりますかというところなんですけれども、基本的に止まる、進む、止まる、話す、これだと思います。始筆、始まりの部分があって総筆、そして最後に終筆という形でこの3つの動き、トン、スー、トン、ここをやると思います。基本的に行書もその流れは変わらずというところなんですが、一番のポイントは字画につなげる、流れを作るということになります。では1を横に書いていきたいと思います。こんなイメージです。楷書との違いを端的に説明すると、まず横を引くにあたっても少し柔らかい形、やや湾曲させて書きます。通常の1を書くときもクッと湾曲させて書いてあげるとよりかっこよくなるのはなるんですけれども、ちょっと明確に分かりやすいように結構まっすぐめに書いてます。行書に関しては少し柔らかくして、ポイントはここです。先ほどもお伝えしましたが、字画につなげる線、ここに見えない線がありますよというようなイメージで書いていきます。ちなみにこの羽の方向性なんですけれども、よくですねあるダメパターンをお伝えしていきたいと思うんですが、しっかり横に行くまでいいんですけど、こっちに角度がついてしまったりとか、もう明らかに跳ねすぎとか、これはあまり良くないです。ここはですね、これ角度、そして跳ねすぎというところ、この辺りはある程度コントロールがつくように練習をしてみてください。ではこの字画につなげるっていうところを分かりやすくするために、よく例として皆様がやられる3という字につなげていきたいと思います。漢字の3です。こちらをやりましょう。普通であればですね、1、2、3という形で楷書は書きますよね。これが基本的な楷書の3です。
では続きまして行書はどうなるかというと、1画目は普通に書きます。ただ本来ここでこっちにつながってきてっていうイメージですね。先ほどのこの部分を作ってあげます。そしてこう来て、この流れからこう来る。そしてここをつなげてあげる。こんなイメージです。こちらよく言われているのがですね、3本つながっている時は下をつなげましょうねっていうのを基本として言われているんですけれども、それはなぜかというところなんですが、3本つなげると単純に何を書いているのか分かりづらい。この3という漢字であれば画数が少ないのでそこまでごちゃごちゃしていないとは思うんですけれども、画数が増えれば増えるほどここはごちゃごちゃしてくるので、3本並んでる時は基本的には他の2本をつなげていくイメージで書いてあげると行書に関してはいいんじゃないかなと思います。いずれにせよですね、ここから字画につながってつながって次つながって進むっていう形です。このつながり、これはきっちりと意識していきましょう。ここがなければ行書はなかなか難しいです。この感覚をしっかりと覚えるようにしてください。もう一つ基本的なところということで、田んぼの田を使って説明をしていきたいと思います。田んぼの田、楷書からいきますね。楷書を書くと止まる、進む、止まる、止まる、進む、止まる、曲がって下ろす、そして縦にまっすぐ、横にまっすぐ、そして最後横にまっすぐというような形でしっかりと角を作ってあげたりとか、打ち込みですね、ここの支筆の部分をしっかり作ってあげる、これが非常に重要です。角はしっかり角度をつけて曲がる、そんなイメージですね。そして均等にこの空間を作ってあげると美しく書けますよという感じなんですけれども、では行書を書くときどうするのかというところですが、先ほどもご説明しましたが、柔らかく書きます。ドンという打ち込みは入れません。ややこういうイメージで柔らかく入れてあげます。そして行書に関してはここですね、つけてもつけなくてもいいです。でポイントはここ、そしてまっすぐ降りて1、2、先ほどのこの3の部分を活用しますということですね。1、2という形です。ここでポイントは今お話をしておりましたが、まずここ打ち込みを作りませんよということが一つ。それからこの回り方ですね、角を作りすぎないということです。こちらはボールペンであっても筆であっても何でもそうです。ここで角をカツッと作ってしまうと楷書との違いが分かりづらくなります。なのでここは丸く、こんなぐにゃっと丸くする必要はないんですけれども、ある程度ですね柔らかく回ってあげるということを意識してあげてください。そして縦角が入って、ここですね、これもイメージとしてはここまっすぐ行ってストップというのではなくて、ここからこうつながって次の角度に行って最後に来ている、そんなイメージです。なので全てがつながっているということを意識していてください。またこちらでは全て均等に描いたら美しくなりますよというところだったんですけれども、この空間の作り方を変えたりしてですね、見せ方を変えていくということもできます。ではここで皆様に覚えてもらいたい崩し方、漢字の変やっていきたいと思います。これを覚えておいたら楽ですよっていうのを皆様にお伝えしたいと思うんですが、よく使うものをあげたいなと思うんですけれども、まずは三髄です。基本的に三髄って1、2、3っていう形、これが基本だと思います。そして三髄を美しく書くポイントはこの頭の部分の位置関係ですね。こういう形になると美しく書けます。でそしてここはですね、出ないとこうパッとやって超えちゃわないようにしましょう。どういうことかというと、1、2、3って言ってしまうともう次ここが書けないですよね。ここまでそんな引っ張る方はいないとは思うんですが、ここは注意してみてください。それからこの角度もしっかりと覚えておいてくださいね。よく見ておいてください。同じ角度でこういくのではなく、
ちょっと角度を変えてあげる。1画目2画目の部分ですね、特にここ意識してあげましょう。では行書だとどうなるのかというと、流れを意識していきますので、まず点をして小さくこれも跳ねます。そして小さく跳ねた先からグッと持ってきて跳ねる。以上です。2回で作れるんですね。もう1回いきますね。跳ねてこんな感じです。これで例えば海であれば右に書いてあげてっていう形で使えますので、これはぜひ覚えていただくと楽になるんじゃないかなと思います。ポイントはここの小さな羽、そしてここにつながることで、同じくラインは割らないようにしていきましょう。続きまして木偏です。木偏もぜひお伝えしたいというところで、木偏ですが、通常横まっすぐ降りて止まる、そして払う、止まる、これが通常の木偏の書き方だと思います。同じくですね、ちょっと解説しますが、だいたいこういう形でバランスを取りましょう。ここははみ出ない、ここのラインを割らないというところ、それからここ3対1ないしは2対1ぐらいの割合で中心より右側を通るようにしてあげてください。そうすることでここにですね作りが入りやすくなりますし、三角形台形に文字を組んであげると綺麗に見えるんですが、そういった組み方ができますのでおすすめです。そしてこれを行書で書くとまた画数を省略することができます。1、2でここで軽く跳ねてあげます。跳ねて3、こんな感じです。1、2、3、3回でいけるわけですね。一画省略ということで、こっちにグッと引っ張ってあげてこっちに突き上げる、そんな感じです。そしてここでややこしい、間違いやすい崩し方ということで手辺いきます。横まっすぐ跳ねる、止まってす、これが基本的な手辺の書き方だと思います。行書いきましょう。このまま持ち上げてあげると手辺の行書になります。ここがひっつくイメージですね。今であれば跳ねてから打ち込みなので上向きに向いてるんですが、これは下向きに打ち込みがあるイメージですね。こう回してきてこういく、なのでつながって持っていくという感じです。ここもしっかりと意識してあげましょう。ということで三髄木偏、手辺はこんな感じです。では最後、払いの行書の部分についてお話ししていきたいと思います。払いということで台という字を書きましょうか。横まっすぐ行って払う、そして1、2、これが基本的な楷書の台だと思います。行書いきますね。行書に関しては横に行って軽く上に跳ねます。そしてこっからこういう流れで入って、これもこういう流れで受け取ります。この流れですね。これが非常に大切です。楷書のポイント、まず三角形に組みましょうねっていうところ、大体中心ぐらいに通りましょうね、そして右払いしっかりしましょうねというところです。行書に関しては横に行きます。そしてここで一回流れを作って、こういう流れですね。でここに入ってきてこういう流れです。こうのこうのこう、この流れというものを意識していきます。払いに関しても本来の楷書であればこうしっかり止まって筆でいうところの三角形みたいな形を作って払うんですけれども、行書はしっかりとちょっと丸くしながら来て、最後に軽く跳ねてあげる、こういった形で組んであげるといいと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回はですね、行書の書き方というかですね、崩し方の基本のお話をさせていただいたんですけれども、正直かなり簡単なお話だけさせていただきました。もっともっとですね、行書を作る上でいろんなこうなんでしょう、組み合わせがあったりとか崩し方あったりとかあります。もう今回はほんの一例、もう
こんなぐらいしかご紹介できなかったので、またですねコメント欄とかでこういったリクエストがあれば、それに応じてそこをどうしていけば早く書けるのかとかうまく書けるのかとか、そういった軸でですね行書の書き方のご説明とかをしていきたいなと思いますので、是非興味のある漢字とかひらがなとかコメントいただけますと嬉しいです。またこういった形で行書シリーズっていうものも、シリーズ化しつつですねつどつどやっていきたいなと思っております。というわけで今回の動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。